五徳と信長。どうする家康に学ぶ日本史。十二箇条の訴状を書いたのは本当か。織田信長の娘五徳が十二箇条の訴状を信長に送ったために、姑の瀬名築山殿と夫の松平信康は処刑されたと言われている。本当に五徳はこの信長の十二箇条の訴状と言われる手紙を書き送ったのだろうか。詳しく見ていこう。大久保彦左衛門忠敬が執筆した三河物語には、五徳が信長に訴状を書いたいきさつをおおよそ次のように綴っている。1579年天正7年、信康の妻五徳は夫と姑を中傷する十二箇条の文書を書き、酒井忠次に命じて完成したばかりの近江の国安土城にいる父の信長に届けさせた。信長は忠次を傍らに呼び、十二箇条が事実なのかを一つ一つ確認した。忠次が10箇条まで認めると、残りの2つについては問わず、徳川家の老臣酒井が申すのであれば疑いない。信康は放置できぬ、切腹させよと家康殿に申し伝えよと告げた。そのため忠次は信康のいる岡崎城には寄らずに、遠江の国浜松城にいる家康にこの事態を直接伝えたという。家康は信長に申し開きをしなかった酒井忠次を恨んだが、信長には逆らえず築山殿と信康を処刑したと三河物語は記している。五徳が書いたと言われる十二箇条の訴状については不明な点が多いが、内容はおおよそ次のようだとされている。築山殿は悪人で、事実を曲げて私五徳と松平信康の仲を裂こうとしている。私五徳が女子しか産まないと言って、武田勝頼の家人日向大和守の娘を呼び出し、松平信康の側室にした。築山殿は医師と密会して武田勝頼と内通している。以上のように姑の築山殿の無法さ非情さを綴っている。また夫の信康についても、粗野で凶暴で罪のない家臣や領民をわけなく殺害するとしている。戦国時代、政略結婚で武に嫁いだ娘は、嫁ぎ先と実家の仲を取り持つ外交官であるとともにスパイでもあった。そのため嫁ぎ先の情報を定期的に文で報告することが役目であった。その点から五徳が父の信長に徳川家の事情を定期的に報告していたことは確かである。十二箇条の訴状が存在したかどうかは不明だが、五徳が築山殿や信康の行状を逐次報告していたことはほぼ間違いない。武田信玄や勝頼は敵国の偵察や撹乱に忍びの者や歩き巫女を多用したという記録が残っている。武田勝頼は長篠設楽原の合戦での敗戦を挽回するために、忍びの者や歩き巫女を使って信康や築山殿のいる岡崎城下を撹乱させようとしたであろう。現に岡崎町奉行が信康と築山殿を亡き者にして岡崎城を乗っ取ろうとした大岡弥四郎事件が以前にも起こっている。五徳が
武田の忍びや荒木巫女の罠にまんまとはまって信康と築山殿の偽情報を信じることは十分にあり得たであろう。三河物語によれば松平信康は家臣たちに慕われていた。そのため切腹の時に信康の介錯を命じられた服部半蔵は涙で前が見えずに役目を果たせなかったと記されている。信長と豊臣秀吉亡き後天下人となった徳川家康が五徳を冷遇しているところからもやはり五徳の何らかの報告が築山殿信康事件の原因であった可能性は十分に考えられるのである。